こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回はスタバはないけど砂場のある町鳥取に来ております。これから鳥取県東部を走ります第三セクター若狭鉄道に乗ってみたいと思います。ご案内をいたします。発車が遅れております。9時32分発普通列車の倉吉行き、まもなく4番乗り場からの発車です。乗り場、列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。3番乗り場、列車が参ります。ではホームに登ってきました。やってきましたのはスーパー松風。この鳥取駅が終点当駅止まりのディーゼル特急となります。この列車がちょっと遅れていたようで、この山陰本線は単線ですので、すれ違いが生じる場合は松側も必然的に遅れが生じてしまうという形になっております。この各駅停車倉吉行きは4番ホームから出発しますが、この列車が出発した後同じホームに到着するのが今回終点の若狭まで乗車する若狭鉄道昭和号という列車になります。この他にも緑色の若狭号とワインレッド色の八津号と基本この3列車で運行されております。では車内に入りまして、内装の方なんですが、座席の一つ一つ色が違いまして、ボックスシートの間にはテーブルがあるというような配列となっております。見るからに水戸岡英二さんがデザインしたんだろうなということが調べなくても分かるようなデザインとなります。変わりまして、こちらは3つ目の駅工芸駅で撮影した映像になりますが、緑色の方が若狭号、内装などはほぼ同じ仕様となっております。それと最後がワインレッド色、こちらは八津号になります。窓と扉の間などにこのような額のようなものが飾られておりまして、各々列車の色に準じたカラーの額が飾られております。あとスズキのバイクはやぶさとコラボしたはやぶさ号も朝夕のラッシュ時には2両編成で運行される時に走っているようです。では鳥取駅をとりあえず出発でございます。左に見えてる線路は山陰本線。この列車はそこから分かれて一旦因美線に入りまして、3つ目の駅工芸駅から若狭鉄道の線路に入っていく形となります。列車の運用としては JR 西日本に乗り入れて鳥取駅に行くのがほとんどとなります。若狭鉄道の営業距離は 19.4 キロ。起点となります工芸駅から終点の若狭駅まで合わせて合計9駅の小さな鉄道会社となります。正面に見えている道路が国道29号線。若狭鉄道もこの道路と並行して走っていきます。では鳥取から進んで2つ目の東工芸駅に到着です。この駅は歩道とホームが改札もなくつながっておりまして、車内生産が前提の駅となりますが、ここは JR 西日本の駅にはなりますが、この先若狭鉄道でもあのような無人駅が続くということでございます。では3つ目の駅若狭鉄道の起点駅工芸に到着です。ホーム向かいには若狭鉄道の緑色の車両若狭号が停車しておりまして、まもなく智頭急行の特急スーパー白と倉吉行きが入線してきますが、鳥取行き各駅停車の若狭号とこの若狭鉄道の昭和号にスムーズに乗り換えができるようなダイヤが組まれているようです。なおこの鳥取県内において JR を除く私鉄は若狭鉄道と智頭急行の
2つの会社のみとなっております。では列車は出発。これから若狭鉄道の路線に入っていきます。右の線路は JR 西日本因美線、岡山県の津山まで結ぶ路線となります。一つ目の駅が八津高校前という駅で、近くに高校があるんだろうなと上を覗いてみますと、どうやらここが高校のようです。おそらく高校のティーチャーが車庫入れでもしてるのかと思ってちょっと見ていますと、この車に乗っている方はスマホでこの列車を撮影しておりまして、おそらく鉄オタではないかと思われます。列車は鳥取市近郊の住宅街を抜けまして田園地帯に、この川は野党川という大きな河川になります。ここから終点の若狭までこの野党川と国道29号線、それから若狭鉄道の3つが川を渡ったりしながらすぐそばを走っていく形となります。列車はお隣の稲葉船岡に到着。さらにお隣がはやぶさ駅となりまして、ここには電気機関車と昔の十景客車が生態保存されております。さて、スズキのバイクはやぶさと同じ名前のこの駅ですが、毎年8月第1日曜日にははやぶさを乗ったライダーが2000台もここに集結するはやぶさ駅祭りが開催されているようです。はやぶさの一つ隣が安倍になりまして、ただここには安倍という地名は存在せず、草壁の米と安井の安を足して安倍という駅名になったようです。ちょうど東京の大田区が大森と蒲田を合体させて大田にしたような、そんなイメージでございます。続いては運賃になります。今回鳥取から若狭まで乗り通した場合680円、若狭鉄道全線は440円となっております。なお鳥取駅工芸駅を除くと全てが無人駅となりまして、車内生産となります。運賃はこのように電光掲示板を参照していただければ分かりやすいかと思います。さて、川の名前の由来になっている八東駅に到着です。ここにも車掌車付きの貨物列車ワフが生態保存されております。
終点の若狭駅に到着です。ここまで乗り通してきた方は私を含めて2名だけとなっております。ちなみに座席はこの一番端にあるコーナーのところが座り心地が最高でございました。では駅の改札を出まして、こんな風な駅舎になっております。ちょっと若狭の街を探索してみます。こちらは以前の旧国道29号線、さらに遡れば若狭街道、あるいは稲葉街道とも言いますが、宿場町だったようで、当時の面影が残った町並みが残っております。そして一本外れた裏路地ですが、石畳の道が続いておりまして、風情のある町並みを形成しております。この付近は林業が盛んなようで、伐採された材木を目にすることが多いです。少し離れた山を見ておりますが、この山は昔お城だったようで、若狭鬼ヶ城という城だそうです。ちょっと地図で見てみますと、若狭駅のすぐ南側にこの城がありまして、この若狭付近は鳥取県では一番東に位置しておりまして、少し行きますと兵庫県に変わります。国道29号線は宍粟市を経て姫路まで行くルートで、途中に戸倉峠という難所がありますが、現在は新戸倉トンネルという割と快適になりましたが、以前のトンネルは狭くて対面交通が困難な難所だったようです。若狭駅構内の留置線には昔の客車、12年前に JR 四国から譲渡された12系客車が留置されておりまして、これは現在でも生態保存ではなく動態保存として残っているようです。それを牽引するのが SLC12 で、方向転換させるための転車台も残っております。この SL はピンク色に塗り替えられた時期がありまして、今後もこのような形でイベントが行われると思います。ちなみにこちらは鳥取県のゆるキャラトリピーとなっております。帰りは大阪かあるいは神戸までバスにでも乗って帰ろうかと考えておりましたが、調べてみますと智頭急行線が開通した後、そのバス路線は廃止になってしまったようで、もはや帰る手段としてはこの若狭鉄道を往復するより他なく、このワインレッドカラーの宮津号に乗った後、そのバス路線を廃止に追い込んだというと聞こえが悪いかもしれませんが、その智頭急行に乗り継いで帰りたいと思います。ということで、鳥取県東部の山を走る小さな鉄道会社若狭鉄道のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。